おはいえなし。この動画は2025年6月20日に行われた第87回 PLL のサマリ動画です。まとめブログのような二次情報ほど熱量がそがれない、かつ公式放送のように一次情報ほど学びもしない、そんな絶妙なバランスの 1.5 次情報でお届けいたします。早速参りましょう。家なしララチャンネル。PLL 前半はクレセントアイルコスモエクスプローラーに対するユーザーからのフィードバックへの回答。それぞれの回答に入る前にヨシピーから一言。自分でも運営のクオリティが下がりつつあるというのは感じている。システム不備以前に緊急対応が必要な不具合が多い。申し訳ございません。要因としては全体感で言うと悪い意味での慣れ。本来はより良いものを何としても作っていく気持ちが必要だが、例えばシステム仕様を作った時、過去の実績からここまでで大丈夫だよねと線を引いてしまうのが多い。あと報告を上げる時も先に運営側で解決努力をして吉田へ報告することがあるが、まずは吉田へ報告してとか、そういうのもきちんと改めようって話をしている。本当は巨大コンテンツの規模に合わせてデバッグチームも補充かけるとか事前にしておくべきだったが、チェック項目に基づくチェックが多くなってくると見切れないまま出してしまった箇所ってのもある。全面的に自分も反省しつつ一個一個指差し確認して、引き続き品質高く安定して遊べるものをかつ面白く出していこうと思う。引き続きまずは頑張ります。それではフォークタワーから。フィードバック1、事前に組んだアライアンスでフォークタワーに突入させてほしい。回答、昨日時点のクリア総数は400回超。安定攻略に向けて試行錯誤している途中の認識。そもそも攻略難度が高い中で集まってクリアするという状況が作りにくい。申し訳ありません。エウレカ・グンヒルドに続く探索型コンテンツということで、前回のグンヒルドがシステムサポート強すぎたので、強すぎるシステムサポートをしない。皆さんの話し合いとか独自ルール決めとかをある程度任せたいっていうのがあって開発してきたが、パッチ 7.3 で48人で攻略用のアライアンスを編成し、そのアライアンスごと島へ突入する仕組みを実装する。 7.3 は8月上旬。急いで実装してバグ出すとまずいので、デバッグの精度を確保するためにもボットだけのチェックではダメなので、もうちょっとお時間いただけると助かります。起動書の人別の入札枚数も出せるようにする。起動書なしでも突入できちゃうが、高難易度である旨のアナウンスも出るわけでもないし、参加者間のモチベーションずれでご迷惑をおかけすることになるので、起動書は1枚必須とする。これ以外にも突入にどういうシステムサポートができるか検討協議する。グンヒルド・ディルーブラムのようにノーマルと霊式の2種類があるとよかった。おっしゃる通りだがコストが足りない。皆さんが想定するように難易度が高い。先行攻略勢がクリアに挑戦する人を引っ張ってくれるようになるかなと思っていたが、突入自体の難易度が高く攻略の安定性が高まっていない状況。そこは徐々に落ち着いてくると思うので、今回に関してはノーマルと霊式はできなかったが、今後のフォークタワーに続く多人数レイドではノーマルと霊式両方作ろうと思っている。全員に楽しんでもらえるようにしっかり作っていこうと思う。マジックポットや幸せウサギの宝箱からマテリアと花火しか出ないことがあるのは労力に見合わないと感じる。開発側の見込み不足。宝箱はギルが必ず出るという仕様にしていて、ギルが出ることを踏まえて報酬を調整していたが、ギルに対する重要度の認識がずれている。またこれまでのコンテンツ経験から髪型とかは難しいとこに入れないとかしていたが、今回はアイテムの排出と分配を明らかに間違えたので改めて考え直す。また過去のコンテンツで出てきた良いものを出しすぎている点もこれまで注意していたところではあったが、一部データの調整し漏れが出ていてやりすぎな部分は正していく。フィールドと幸せウサギなどの宝箱のテーブル逆だったんじゃないのという声もあるが、意図通り。ただ入れた内容がずれていた。フェイトの敵が柔らかく、気づくのが少しでも遅れると到着するまでに終わってしまい参加できない。誰にとってもどの時間帯にとってもちょうど良いパラメータを定めるのが難しい。少し固めのパラメータでリリースして後々調整するって方がダイレクトにプレイヤーの皆さんの遊んでいる状況に寄り添ってていいかなとか、もう一段何かできないか考えている。パラメータを動的に変える仕組みはあるんだが、数値変動が始まっている中で敵を倒しちゃってる時もある。新しい運用方法を検討する時期に来てるのかなと思う。デミアートマやソウルシャードのドロップ確率はもっと上げてほしい。ドロップ率はクリティカルエンカウントは 20%、フェイトは 5%。完全ランダムなので5回やれば1回出るわけではない。ちなみに 2.0 はデミアートマのスタート時点は 2% で、それ以降確率調整して 20% になった。ドロップという概念は今後も使っていくので、同じような仕組みのリワード作るときは実績データを見る。新起動の時間が短くクリティカルエンカウントに参加していると間に合わない。クリティカルエンカウント発生中に新起動発生しないよう変更する。調整甘く申し訳ございませんでした。発生頻度は落とさないようにする。質問にはないがもう1点不具合の報告。フランス語版とドイツ語版でフォークタワーの中でアクション名見てギミック判断すべきところ、アクション名同名になってしまっていた。技名称の差がコンテンツ攻略においてめちゃくちゃ重要であるという伝達が漏れていた。週明け早々ホットフィックス当てる。申し訳ございません。続いてコスモエクスプローラー。マウントに乗れるようになりませんか？
パッチ 7.3 でグラウンドマウント機上対応予定、かつ実装される新エリアも機上対応予定、快適性を出せずに申し訳ございません。じゃあなんでマウントなしで実装したのかというと、難易度と移動時間、全体のコンテンツバランスから、開発からもマウントなしで作り切りたいというチャレンジがあったが、それに到達しきれなかった。ミッションの制限時間を緩和してほしい。パッチ 7.3 にて月面は B ランク以下と A ランクの一部のミッションを時間調整する。 A の中には難易度が細分化されているので A の中に複数難易度があることを明示した上で、それぞれ制限時間を調整する。ミッション報告ウィンドウを自動で開くようにしてほしい。初動から対応できてなかったのは明らかに手落ち。成否問わずウィンドウで開くようになる。ギャザラーミッションも終了時に GP も全回復してほしい。回復待ちも手が届いておらず申し訳ありません。消費 GP 分全回復し、 GP 回復薬のリキャストも全回復するようにする。連続ミッションの発生を分かりやすくしてほしい。画面上にインフォメーションを出せるようにする。共同施工作業を成功しやすくしてほしい。 7.25 で1回調整したが、それ以上に調整するかはプレイデータ見ながら検討する。次の惑星では失敗した場合もフォローできる仕組みを検討中。基地が発展してもショップや NPC への動線は変わらずに確保してほしい。調整不足、次回の星に生かす。ホログラムは最初から設置されていてほしい。次回は最初から設置する。もともとはまっさらな月面を開発するところからスタートするのに、そこだけ実装されていたらおかしくないと思い、早めの実装ということにしていたが、プレイヤー体験を優先し真っ先に実装することにした。コスモツールの強化や欲しい報酬を入手した後もモチベーションになる要素が欲しい。報酬入手後のプレイモチベが落ちていることはデータでも出ている。さらなる報酬獲得の仕組みを次回から実装する。リテイナーベルを置いてほしい。月面にも新エリアにも置く。宇宙にふさわしいリテイナーベルはできないかも。探索中の星へのアクセスを良くしてほしい。ベストウェイバローのエーテライトから最新の星に飛べるようになる。ベストウェイバローまでの道に対してもドライビングウェイの前にテレポできるチケットを検討する。プレイすればわかるだろうというコメントもあるが、そう言われても仕方のないものも含まれる。そう言われることがないように自分自身も含めて改めて信頼積み上げていくのでよろしくお願いします。なお、言論封鎖というコメントもあるが、暴言が書かれていると削除せざるを得ない。お怒りもごもっともだが、それを見て気分を害するプレイヤーもいるので、投稿ボタンを押す前に今一度確認してほしい。前半終了。休憩中の映像は FF16 とタクティクス。後半パッチ 7.3 の実装内容説明。坂花さんイラスト。パッチタイトル明日への道しるべ。実装日8月上旬。新たなメインクエスト。本持ってる。気づく方早いですね。そもそもスフェーンのコス自体も坂花さんデザイン。上がってきた時点でこれ欲しいって言われるだろうなと思った。期待して待ちましょう。もう一枚嫌な感じのもじゃもじゃしてるやつがいますね。ゼクノバ起きそう。もう一枚コスチュームチェンジした彼。もう一枚何をしでかすのか。ヒルディに巻き込まれてほしい人ナンバーワン。黄金のレガシーとしては一区切りだが、その先に向けてどうなっていくかも注目ポイント。新たな友好部族クエストヨカフイ族。謎のメカなのか何かがマウントできそう。さすが皆さん。もう一枚これはあざとい。勘のいい子は嫌いだって言ったでしょ。続いてもう一枚背景にも変更あります。ヒルディ黄金編。ボイルドエッグハードボイルド。爆発するのかしないのか。そもそもなしはお薬だと思ってるから。なんやかんやあってこうなる。皆さんがこのシーンを見るときは何やってんだってなる。これは絶妙にネタバレを避けている。今回のテーマはハードボイルドですね。急に現れるイケオジ、光源の当て方といい、ヒルディもあれこれワーワー進みます。お楽しみに。新たな ID、永久誘拐メインターミナル。これだけ張り巡らされてる柵なら壊れないんじゃないか。ちなみにマップチェック中、コリジョンチェックがなくて外周に落ちた。もう一枚メインターミナルです。絵的な仕掛けもたくさんあります。さらにもう一枚メインターミナルです。さらにもう一枚、なんでしょうね。続いて討伐透滅戦、ハテナ透滅戦ノーマルと極。名前は公開まで出せない。某演歌歌手の名前があるが読み上げにくい。続いてはエコーズ・オブ・バナディール第2弾、サンドリア・ザ・セカンド・ウォーク。視聴者の半分の方はバグパイプしか鳴ってない。今、投資でテストプレイ中だが、バグパイプの曲が流れ続けるというバグが発生している。バグパイプだからバグという意味じゃないんだけど。もう一枚、クロスオーバーする中でプレイする機会があるが、つくづく11はすごい。驚異の出来ですよね。なぜ急にここがというのはおっしゃる通り。もう一枚、髪型に見覚えがあるというコメントが、絶対それ狙って出したでしょう。もう一枚、ある程度声もついてた。誰がどう喋るのか。今回も道中にいろんな手記が落ちてる。そこきっかけで逸話もネットとかで知る機会がある。ご期待ください。現清流聖魂戦。当時やってない人も多いと思うんですよね。トライしてみてください。新たなトレジャーハントダンジョン、宝物庫ボルトーネイロン。並んでる四角を見て数字を揃えるやつに見える人は何らか関わってきた人なんでしょうね。もう一枚、ラップをするかお皿を回す雰囲気ある。宇宙系地味がある。そうなんですよ。コメントみんな同世代、同志がたくさんいて心強いです。コンサポ対応、カッターズくらい。PVP アップデート、シリーズ9開始、PVP アクション調整。クリコン新ステージ追加、ベイサイドバトルグラウンド、特殊ルールなし、前景引いた感じ、構造は比較的シンプル、視線切るためのやつを意図的に配置したり、
新しく始めてくれる方も増えている。コミュニティからフィードバックもあり、デュオで申請できるぐらいはやろうかなと。クリコン新階級追加、クリスタルの上にオメガ、アルテマ、クリスタルポイントにより昇級高級、オメガ、アルテマどっちが上なんだって話があるが、いろんなシリーズを調べた結果これだになった。続いてコスモエクスプローラー、月から旅立ち星外探索に向かう。新たな星、ガラスの星パエンナ、ちゃんと大気はあるっぽい。どの辺がガラスの星なのかはいずれ。コスモツールのさらなる強化と報酬の追加、計画貢献度や最優秀表彰者の表彰は新たな星に移行するし、最初から表彰される。続いてはファントムウェポン、このスクショ出すか迷ったが、これは何かするのか。まあ元気出してよろしくお願いいたします。新たなディープダンジョン、そもそもディープダンジョンとは書いてある通りです。名前はピルグリムトラバース。これまでのディープダンジョンは上がるか下がるかだが、今回は境界を移動する。もう一枚ティターニア移送。もう一枚これはどこか確定しましたね。舞台は第一世界です。もう一枚ただのフィールドじゃないか。ピルグリムトラバースの概要。開放条件はメインクエの行月のフィナーレと死者の宮殿50回のコンプ。突入条件はレベル91以上、イルメグの NPC から突入。前走コンプ後に強化された99層のボスと戦えるバトルが追加。レベル100の4人パーティーで挑戦。難易度についても新しい仕組みを実装しているが、それは次回。また高難易度かよとコメントがあるが、これはノーマルのボスの強化版プラスアルファです。ボスだけチラ見。チラ見ってそういうことかい。このやり口もあるんだ。コメントであるので言及するが、絶については 7.3 ではない。鋭意制作中。次の絶は作ってる。どうしても3回は難しい。システム面のアナウンス。チャットの吹き出し表示機能を鋭意調整中。吹き出しの表示は任意設定可能。吹き出しを表示してもチャットログは変わらず表示。パーティーチャットなどチャット種別ごとにオンオフできる。チャット種別ごとに吹き出しと文字の色を設定できるが、画面がうるさくなるのでこれは実装悩んでいる。プレイヤーが個別に設定できるなら、嫌な人は統一した色設定すればよくねと思うかもだが、スクショとかが世に出た時画面がガチャガチャするので、世界としてのデザインがどうしようかなと思ってる。実際画面で見ると結構衝撃なんですよ。特に赤い吹き出しはきつい。警告に見えちゃう。シャウトはギザギザにするとか、本当は吹き出しの形でできるだけ解決したい。ギリギリまで悩ませてください。仕様の説明に戻って、バトル中 PVP 中は一括オフにすることも可能。1行表示と2行表示を選択できる。1行だと多数表示されやすくなる。画面もうるさくならない。でも喋ってる感がある。ただバルーンで会話を成立させたい場合は2行。一定の文字数超えたら3点リーダーとかで省略する。パックスウェストで長文の吹き出し出したらスパムメールっぽくなって嫌とかフィードバックある。バトルだけオンも欲しい。わかります。チャットウィンドウが左下なので目線移動が必要だが、吹き出しだと中央あたりに表示されるので、3回マクロとか表示させられないけど、誰かが喋ったって気づきは得られるかも。一向の余地ありますね。検討します。でも倒れてるやつからヒラ LB、草、チャットログで流れるよりヘイト上がるかも。ただロールプレイの幅としては広がっていくので、できるだけポジティブに取り入れようと思っている。続いてロスガルとビアラの頭装備の追加対応。多数の頭装備を表示できるようになった。金属製の頭装備などは今後対応。そんな遠くない。ビエラのみ長い耳をしまう機能を実装します。帽子の中に折りたたんでいるんだと思ってください。痛そうだなと思ったら飛び出してください。でかい耳畳んでるんだから膨らむだろって言われるかもだが、デザイン崩れるから好みに応じて選択して楽しんでください。それと種族関係なくフード型頭装備で前髪を表示する。ビフォー、これが嫌だって人もいたと思うが、次からこうなる。各髪型細かく調整して出す。前髪だけだけど全然別人に見えますね。あとホワイトボードはパッチ 7.4 を目指している。基本実装できたので利便性どこまで上げるかをやっている。ベースのタイルとか勝手に3回ずつ作るとか、バトル中も好きな場所に表示しておけるとか、指定されたジョブを強調表示するとか、同じコンテンツで複数パターン作れるようにとか、他人に共有することを検討中。 PLL パート1では以上。パート2では実機交えて紹介する。あと設置数の増加などハウジングの進捗はパート2で紹介する。お知らせ、光の納涼祭 in 渋谷桜ステージに参加。リアル謎解きゲームやフォトスポット、出張エオルゼアとかやる。急にどうしたというが、会場はスクエに渋谷オフィスが入ってるビルです。週明けに専用トピックス出るからお楽しみに。イベント期間中に売るクッキー2種類作りました。アニメエキスポ2025に初出展。ヨシピーもステージイベント登壇。アルフィノアリゼーのイヤーカフをオーダーメイドブランド KU が再現。絵がうるさくてどれが商品かわからない。新オフィシャルグッズ販売。最初30年前ぐらいのウェブサイトに貼られている圧縮されすぎた JPEG かなと思った。大阪東京開催のポップアップストアで先行販売。ロゴス FF14 コラボアウトドアグッズ、日本でも発売しました。14公式短編集光の回顧録ボリュームに予約受付中。カスタムオーダーフォトブックメモリーズオブライト 10% オフキャンペーン中。14スタッフ募集中。今の職種じゃない人もこっちのキャリア登録に応募して、足りない職種出てきたらすぐ連絡するので、どこのページから来ましたかって記入欄あるから、14公式って入れてくれればダイレクトに我々に来ます。今日は緊急で動画回してます。プライマルズゼップツアー満員御礼。
9月29日から30日日本武道館で追加公演決定。チケットプレイヤー先行抽選6月30日まで。オフィシャルグッズの先行予約7月22日まで。ぐらいやれよ。 FF16 Xbox 版と Windows 版発売。未プレイの方いらっしゃいましたらぜひ遊んで。16の公式世界設定本ロゴス予約受付中。 FF タクティクスリマスター9月30日発売。せっかくなので誰にも相談してないけど、発売して1ヶ月ぐらいしたらリターントゥイバリースの全通生放送やろうかなと。松野さんにも出ていただきたいな。お前は会社にいるからさ。素数か。最後に一言、前半のテンションと全然違うんですけど、前半にお話しした通り今ガタガタしているのは事実で、一歩ずつ信頼取り戻せるように丁寧に面白く前に進んでいこうと思うので、皆さんの知った激励があること自体がまだまだ我々に可能性があるということですから、一丸となって頑張ります。本日はありがとうございました。さようなら。まとめ以上です。ちなみにもし PLL 本編見た方いたら、よろしければ PLL の感想をぜひコメントでください。ポジティブ、ニュートラル、ネガティブ、どれでも大丈夫なので、私のチャンネルの視聴者の率直な感想を聞きたいです。なお、私の視聴者に対しては余計な念押しと思いつつも言いますが、暴言は不要です。以上です。家なしララは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。この動画が有益と感じましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、作成した動画の速報、動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表に出しにくい話はメンバーシップで喋っていますので、そちらのフォローも何卒。アジントター。